皆さんこんにちは。リターンダイダー63です。久々に乗りました。青梅のお祭りも無事に終わりまして、終わったはいいんですけども、体がもうなんですかね、バキバキになるぐらい疲れてしまってですね、なかなかバイクにも乗れませんでしたね。体が痛くて、特に手をだいぶ酷使してしまいましたんで、手がですね思うようにこう何かを掴むことができないような状態になってしまいましたから、それでちょっとバイクは乗れない状況でしたね。でここに来てようやくちょっと体もだいぶ元に戻ってきまして、手の方もですね、なんとかバイクに乗るぐらい大丈夫な感じになってきましたので、ちょっとね、お祭りで歩いたところをこれからバイクで見て歩きたいなっていうふうに思ってます。今日も妻は仕事なもんですので一緒に走れませんでした。一人です。お祭りに関してはですね、妻もだいぶ協力をしてくれましてですね、2人でなんとか、成し得たというところがあります。また青梅の駅ね近くになったらお話ししたいと思ってるんですけども、青梅のお祭りって非常に歴史があってですね、青梅大祭って500年ぐらい歴史があるんですね。非常に古くから続いているお祭りでして、その中で、祭り男っていうのをやらせていただいて非常に光栄な、ことだなと思いながらですね、やらせていただきました。天気も2日間良くてですね、おかげさまで日にいっぱい焼けてしまいまして、今顔がヒリヒリしている状態です。はい。お祭りの最中ですね、視聴者さんからも声をかけてもらいましてですね、今までマスクをしない状態での私顔出しってしてないんですけども、その方スーッと来てですね、リターンライダーさんですかって言われて、そうです、漢字で分かったんですかね。非常にありがたいなっていうふうに思いました。ありがとうございました。本当に。お祭りの話はですね、青梅駅のお祭りやった現場近くになったらもう一度若干触れたいと思いますけども、最近他の YouTube、私他の YouTube もバイクのことは見ますけども、バイクのブログ関係の YouTube 見ますけども、その中で結構転倒ですね、こけてる、転倒してる映像を出してる方が多いんですけど、先輩もどなたか、立ちこけっぽい感じですかね。なんか、展開をするときに、お約束のようにですね、ハンドルを右に切った状態で展開を始めようとしたらカクンとねエンストして、右にゴロンとこけるというような映像を出した人がいましたけど、もうあの状態になればただあとは転倒するしかないのかなっていう、そういう状況を自分で作ってしまうんですね。私は前に私の動画の中でご説明をさせていただいたんですけど、バイクというのは二輪ですから、駆動をかけてないと倒れる乗り物なんですよ。駆動っていうのはクラッチでエンジンの駆動を氷にかけていかなければいけないのを、かけるのをやめた瞬間にバイクは倒れるようになってますから、それをよく理解して乗っていただかないと、特に低速域の場合ですね、
そういう状況を作らないということなんですよ。だから駆動を、少しでもいいからかけ続けていくということです。で、この間見た動画の転倒された方は見てると、右手がね、こういう感じですよ。右手、フロントブレーキに手を当てたままアクセルを動かそうとしてる。これね、私でもできません、こんな曲芸みたいなことを低速域で。低速域の場合にはやっぱりリアブレーキですよ。足のブレーキをやっぱり使ってですね、いかないと無理です。それが初心者の方にはちょっと分かってないんですね。分かってない。こんな状態です。右手のこんな状態でこんなやりながらフロントブレーキをかけるなんていうのは、低速域でやった日にはもう私はこれからこけますよって宣言しているようなもんですよ。足のブレーキね、足のブレーキを使いながら駆動をかけながらですよ。駆動をかけてアクセルをしっかりこう持って、アクセルを持った状態にしとかないと、アクセルこうやってね、開けたり閉めたりできないんで、そういう状況をしっかりと自分で環境を整えてですね、作り上げて、ね、速度出過ぎたなって思ったらリアブレーキで調整をする。後ろのブレーキ、フロントブレーキじゃないということをもう一度認識していただかないと、こけますよ。またその方は 100% こけると思う。手をこう持った瞬間にこける。バイクの特性とかっていうのをもう一度ですね、初心者の方はよく理解をしていただいて、前に申し上げましたけど、ハンドルをこう右に切った状態からスタートしちゃいけないんですよ、展開するのにね。これよっぽど熟練した人なら回っていけるかもしれないけど、私は回っていきますけど、初心者の方がこれやってこういう手をたら、もうあとこけますよってだけで、こっちに転ぶ環境を作っちゃってる状況ね。そうじゃなくて、最初はこの状態でまっすぐ、これはフロントブレーキ持たない、リアブレーキで調整をする。まっすぐ進み出してからハンドルを切っていく。右にね、以前も申し上げましたけどね、いかに両足をついてゆっくりパタ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 ですよ。ゆっくりとこう両足をついてね、不安だからバイクをそういう状態で少しずつこうクラッチ調整してアクセルでこうやっていくとしても、この手はダメです。こういう状態で、こういう状態にしてアクセルをこうやってやるなんて、もう絶対やったらいけないことです。やめましょう。教習所の一本橋を思い出してください。一本橋ね、クラッチワークをしながらアクセルこうやって調整して駆動をかけてリアブレーキで速度を調整したでしょ。あの要領をもう一度思い出していただいて、低速域の場合には右足のリアブレーキを使っていくんだと。ブレーキとアクセルを一緒にやろうだなんてね、初心者の人はね、できるわけがないね。もう一度基本をしっかりと思い出してもらって、ああいう歩道とか走ったバイクね、最低ですね。ああいうバイクがいるから、バイク全般的にバイクはダメだって言われちゃうんですよね。嫌ですね。話戻しますけど、そういうことです。しっかりとアクセルは端をして、クラッチをハンクラッチでつないで動き出したら、アクセルのこういう調整をしながら、スピードが出しすぎたなと思ったらリアブレーキをかけて駆動を抑える。
ね、だから常に後輪に駆動をかけた状態にしときながらリアブレーキで調整をするということです。間違ってもこういう手の持ち方をしてこういうふうにやらない、こういうふうに持った瞬間にこけるということを初心者の方は覚えておいてくださいね。立ちこけバイクがかわいそうです。気をつけましょう。プチ教養プチ指導でした。たまたまねブログで見ちゃったんで、そういう状況の中でもうこける前に私 100% これこけると思いましたよ、その人は。バイクの理屈が分かってないんだっていう感じがしましたね。はい、お祭りはここから勝沼というところなんですけども、ここからずっとこの道が通行止めになって、これずっと縁日が並びました。ここを出しがですね行ったり来たりをして、ずっとこの辺一帯が5月2日と3日にお祭りになりました。青梅大祭というお祭りです。4年ぶりに開催をされました。おかげさまですごい人がいっぱい集まりました。来ていただいた方ありがとうございます。町の人は大喜びです。大勢の人に来ていただいてですね、本当にいいお祭りになったなって皆さん言っております。もうご覧の通り祭りの感じは全くないですね。静まり返っていつも通りの青梅の町に戻ってます。ここに本当に人が行き来できないぐらい大勢の人が集まったんですね、当時。いや本当にお祭りっていいなっていうふうに思いました。もう間もなくですね、住江町っていう、交差点にも書いてありますけども、住江町ってこう書いてますね。ここ住江町っていうところなんですけども、ここに住吉神社って神社があるんですよ。これですね、住吉神社、これです。でここが、お祭りの中心、今の神社のお祭りなんですね。ここを中心として、12の自治会がお祭りに参加したという、そういうとこですね。でこれから青梅の駅前の方に入っていきたいと思います。そこの信号を右に曲がると青梅の駅前なんですけども、この辺も当日はすごい人ですね。縁日もいっぱい出てまして、そこの交差点で、山車が何台も止まってですね、山車の上にはお囃子をやる人たちが乗っていまして、各町会のお囃子が違うんですね。それぞれリズムも違う、音も違う。そのリズムと音に惑わされないように自分たちの音を出し続けるみたいな、そういうお囃子の共演なんかもですね、やりまして、山車も大きいので、そばまで行くとね、これは本当精悍な迫力のあるお祭りです。もう本当にお祭りの時と比べると本当に静かですね。ここいっぱいだったですよ。もう怖いぐらいの人だったですね。ゆっくり行きますかね。青梅の駅ですね。青梅の駅です。青梅の駅前にロータリーがあります。ここにですね、大勢の人も集まりましたね。12台の山車がここに集まってですね、それは迫力ありましたけど、人ももう大勢ですごかったですね。
いや、いいお祭りができたなっていうふうに思います。2日間とも本当にいい天気で、お祭り日和というんですかね。まあ感無量というか、そんな感じでしたね。まあお祭りの映像をですね、一緒に見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。皆様頼みます。最高です。盛り上がってるか。12町標市議を代表し、僭越ではございますが、中町標市議締めの音頭を取らさせていただきます。この締めについては、青梅のますますの発展、そしてこの青梅大祭が未来へいつまでも続けていけることをご記念し、締めたいと思いますので、よろしくお願いします。締めにつきましては、ゆっくりとお願いをいたします。それでは参ります。よー私は出しの先頭でですね、標示儀という、大役を仰せ使って、標示儀というのは本当に標示儀ですね。いわゆる木でできたカンカンと叩くと音がする標示儀というのがあるんですけども、それを持って私が音を出すと出しが動き、音をまた出すと出しが止まりみたいな、出しの運行を私が決める、そういう役だったんですね。最重要、一番重要な役なんですけど、なかなかできない、慣れない役だったんですね。それをやらせていただいて、良かったですね、本当に。毎年、5月の2日と3日にありますので、今年来れなかった方は、来年もしよければ見に来てみてください。失礼してます。コメントでですね、いろんな方から、免許を取ってあまり経っていないので、私の動画が非常に参考になりますとかというようなコメントを結構いただいてて、非常に恐縮であります。ありがたい話だなっていうふうに思うんですけど、やっぱりバイクっていうのは、先ほどもお話した通り二輪ですから、車とは違うんですね。全く違う。
ただ単にこうまっすぐ進んでいく分には、そうだな、まあそんなに気にすることはいっぱいありますけど、もうカーブを回っていくことに比べたらね、全然比じゃないと思うんですけども、まあいろんな操作を同時にやらなければいけない難しさと、あとこのバランスをですね、常に、取り続けなければいけない。そのバランスを取るに関しても、駆動をかけながらブレーキをかけて、まあ右へ左へバイクを倒しながらね、このぐらいだったらどんな感じにバランスを保てばいいのかなみたいなことを考えるよりも先に体が動いてないといけないっていうところがあるかな、バイクは。本当に自分の手足のように、感じ、られなければいけないと思いますね。最初のうちはやっぱりね、初心者のうちはやっぱりいちいちやっぱりチェックしながらですね、これこうだっけああだっけって、これしたかなみたいな感じで乗られると思うんですけど、それがあまり意識せずにもできていけるようになれば、さらにバイクの楽しさっていうのは増えてくるのかなっていうふうに思いますね。さらにまたバイクの安全性も高まってくるのかなっていうふうに思います。よく私言ってるんですけど、バイクはただ速く走るだけじゃなくて、コーナーをガンガン攻めるっていうだけじゃなくて、ね、ゆっくりと走って、自然を感じながら乗るのがバイク。それが本当の楽しさですよっていう話をよくしたことがあるんですけど、そういうつもりで乗っていただければありがたいなっていうふうに思いますね。ついつい慣れてくるとね、バイクは速く走ってコーナーをもっと攻めてみたいな、どこどこ峠を走り切ってやりたいとかね、奥多摩周遊道路行って走って、速そうなバイクについてったみたいな、やったよみたいな、いいんですけど、そこはちょっと私はね違うと思うんですよ。速度出してですね、峠道を攻めて緊張感をずーっと持続しながらね、ちょっと間違えば転倒してね、滑走して大きな怪我をするというような可能性も秘めてるわけじゃないですか、場合によっては本当に命に関わるような事故にもつながりかねない。そういったことと背中合わせでバイクを楽しむ、それが本当の楽しみなのかっていうと、私はそうじゃないと思いますんで、ね、もう本当適正な走り方で楽しんでもらいたいなというふうに思います。ですので初心者の方は慣れてきた時一番気をつけてくださいよ、ね、もう一度慣れてきたら、私のことを思い出していただくと一番ありがたいんですけど、気をつけようと、慣れてきて今が一番危ないんだと、また初心に戻ろうと、そういう気持ちで乗ってもらえると嬉しいなっていうふうに思いますね。オートバイの事故はね、増えてるようでありますから、できれば減らしたい。そしてリターンライダーの皆さんが模範的な走りをしてですね、事故を起こしそうな人たちに、そういうバイク乗り方しちゃダメだよっていうことを、運転でね示していただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いします。なんか今日真面目な話になっちゃったね、なんかねこのねゴールデンウィークもあまり大きく、天気もね、最初はね、後半は雨がどうのこうのって言ってましたけど、
ね、最後の明日が今日土曜日なんですけどね、5月の今日は、6日の土曜日で、明日が7日の日曜日。今日の夜ぐらいから明日は雨のようでありますけど、まあそれ以外はね、そんなに大きな崩れもなかったですよね。だからいいゴールデンウィークになったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。ちなみに今私が着てるこの、ジャンバーですかね。これは現役の頃ですかね。白バイ乗ってた時の、これで白バイ乗ってたわけじゃないですけど、白バイ乗ってない時に、交通機動隊で着ていたジャンパーです。はい。見る人が見れば分かるっていう、そういうジャンパーを着てます。白バイ隊なんか見たらこれ分かりますよね。はい。皆さんゴールデンウィークあちこち行かれたんだと思いますけどね、ブログでもいろいろコメントで、ゴールデンウィークはどこどこバイクで行ってきますとかね、北海道行ってきますとか、九州行ってきますとかね、リターンライダーさんどこ行くんですかみたいなコメントいただきましたけど、私は申し上げた通りお祭りで、ゴールデンウィークでは今日が初めてバイク乗ってますけど、もう完全に体力癒えたわけじゃないので、本当にご近所をパラッと、お祭りをやったとこは今どうなってるかなみたいなのを見に来ただけなんですけど、でもいいですよね、ゴールデンウィークでね、そうやって、長期のお休みでね、あちこちバイクで行けるなんてね、もう時期としては最高ですよね。5月の初旬なんてね。次は夏休みなのかな。夏の真夏の暑い時に、妻とどっかに行ければいいかなっていうふうに思いますね。夏は北海道かな。北海道行きたいですね、バイクで。やっぱり北海道までフェリーが一番いいんですかね。皆さん北海道とか行ったり九州とか行ったりするときは、やっぱり今私東京ですけど、やっぱり関東の方はやっぱりあれですかね、フェリーかなんか使って行かれる方が多いんでしょうかね。妻はよくブログでね、バイクでフェリーに乗って、九州北海道行く方のブログを見てるときに、フェリーに乗れないとかいう時もありましたね。乗り方が怖いとかね船に乗る、なんとなくね、慣れないとあれ怖いですよね、やっぱりね。鉄板の上をほら走って乗っかっていくじゃないですかね。ああいうとことかやっぱり怖いんだろうなっていう感じしますね。初心者の場合は怖いことが多くてね、大変ですよね。本当でも、ね、行きたいなっていうふうに思ってます。長距離走るのもいいんですけど、長距離走るだけじゃなくて、そういうね、地域ですね、北海道とか九州とか四国とかね、そういうところで夫婦でね、綺麗な景色の中走れたらいいなって思ってます。この青梅も景色は非常にいいんですけど、そろそろこの青梅近辺からは脱出してもいいのかなというふうに思ってます。その前にね、妻の高速道路制覇をね、しっかりとしないといけないというふうに思ってますんで徐々にねやっていこうかなっていうふうに考えてます。もう元気に S 線は走ってますね。
吹き上がりもいいし、最高のバイクです。私のいい相棒ですね。はい、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。安全に楽しくバイクに乗りましょうね。それではご安全に。